チェンバーボーン。面倒で見て見ぬふりしてた自動化関連施設を移動してついでに噴水周りの再開発も完了させた我らがビーバー。花火も自動化強化で頭悪そうな感じに大規模修繕。やっはー、今回もビーバーの街を開発するぞー。で現在はお水木明けの花火大会の翌日。43サイクルに突入、実績解除の目標の50サイクルまでが長え。そうコメント欄で PC 重そうと心配されるお声をいただいたので右下にこっそり FPS 表示追加しました。まずは前回生成物の生産自動化しようとして忘れてたので、そのためのメモリーとカウンターを牽制越。思い出した時にやらないとすぐに忘れる、これが悲しきビーバー脳の差が。さて今回はこの辺り一帯を緑地化して、マップの完全緑地化を完了させちゃいますかね。これをどう緑地化するかが匠の腕の見せ所だぜ。前回止めたずるっぽい放水場の水が枯れ、この辺りも緑地のラインが判明しました。昔は役立ってたけど今となっては正直どうでもいい存在。おっとメープル植林忘れてた。食料もアホほどあるから問題ねえが、メープルだけ在庫がほぼねえぜ。などとやってる間に、水だばー。水路いじりすぎてもう設定ガバガバになってんな。微調整しまっしゅ。それでは盛大に改修工事だ。この辺全部ぶっ壊せー。長らくビーバーたちの食卓を支えてくれたずるっぽい農園よさらば。ヒーハー、すべてを破壊しありったけの食料を奪い取れー。好きなだけ食べていいぞー。ビーバー、ずらー。ひっそりと続けてる。昔間違えて掘った下水道の埋め立て工事があと少しで終わりそう。ここの工事だけはほんと終わらんな。前回の汚染流出事故の除染用のポンプの様子を見たら、まだ少し動いておりました。赤く染まった液体はもう下流に流れちまったかな？てなわけで下流でも除染しようかと考えたけど汚染度がゼロだったのでやめときました。全部希釈されて無害になった模様。などと街を巡回してる間に農地の撤去作業が完了。建設作業員がアホほどいるから、この手の作業はだいたい1日で終わっちまうぜ。水生農家さんの湧き水、現状でも下流に流せて無駄なく使えてるけど、小型ポンプで揚水すればもっと有効活用できそうだし、これで爆薬工場周りを緑地化しようかななどと周囲を観察してたら前回掘った水路の影響で周囲が溢れておった。ダメじゃねえか。そんなわけで水路の調整&水生農家さんの池拡張をします。こんな感じでおなしゃーす。そこ天然の地下水路があって、微妙に水の流れがわかりづらいんだよな。いい機会なので消し飛ばします。ここも高低差が一段高くて、緑地化の妨げになりそうだから整地しましょ。そうなると運搬員の拠点が邪魔だな。適当にビーバー倉庫の前に移転で。左遷？まあいつも荷物運んでて拠点使ってないから多分気づきもしないよ。ひゃっはー、農地の面影一つなくばっはじゃー。深夜でビーバーたちの動きも少ないのに盛大にラグっております。これで水の流れも見やすくなったよ。そして水生農家さんの池の水が下水に吸い込まれてるのず。やっちまったぜ。おい。とりあえずダッシュで堤防よろ。マジで問題が絶えない下水道だな。全部お前のやらかしだけど。てへ。水路の調整が終わったのでなんとなくこちらの農場ちょびっとだけ拡張。ここは近所に住んでるビーバーのために、生で食べれる人参やひまわりを育てております。移設が進んだので運搬員の拠点を撤去。別名ひまビーバー収容所、仕事優先度再開の職場である。さあ皆の者を、瓦礫を運べー。数珠つなぎのビーバー。これだけビーバーが集まると1倍速でも結構重くなる。ビーバー、ずらー。水も食料も余裕あるから、もっとビーバー増やしたいけどどうしよう。撮影時間との戦いになりそう。水路をさらに掘り進めて水汲みポンプの水路と合流だー。そして河口と繋がる地下水路への流れが良くなりすぎて、隣の湖の水位が低くなっちゃったけん。こりゃ調整用の水門完成するまで、当分川辺の保養地使用不可だ。さあせーん。お水期明け4日の深夜、今更ながら前回の汚染事故で水道橋の水門を閉めてたことを思い出し解放。がっつり溢れる前に気づいてよかったな。お前ら、暇そうやなー。おいちょっと待て、なんか奥が青くなってんだが。ああ？こりゃ開け忘れてた水門の影響かな？水だばー。ウェーブを刻む水の流れが幻想的で、なんかちょっと得した気分になった。さてひまビーバーたちのために新たな工事の発注、汚水爆薬工場周りの緑地化をするぞー。おー。てなわけで水道橋の要領で屋上を水生農家にして、地形ブロックの柱を使い下を緑化しようと計画。
水を溜める方法は小型ポンプで湧き水の用水でいけそうだな。でも見た目がダッセーからやめたー。今回もうちのレイムさんは情緒不安定。まあ下の汚水施設見えなくなるの景観的に微妙かもな。爆薬工場周りの緑化の方法がまとまらなかったので、とりあえず先にこちらを平坦化することにしました。地味に緑化の邪魔をする一段の段差。でもここ壊すと奥の水源のポンプの動力が途切れるので、シャフトをがっつり工事することに。こんな感じでおなしゃーす。こっそり天然地下水路のエアロック工事も発注しとる。そこは蒸発防止に埋めるか悩み中。はい瓦礫の撤去と板の運搬お願いしまーす。ビーバー、ずらー。爆薬の倉庫も空にしなきゃ。これだけ設置すれば爆薬の倉庫も片付くかな？湧き水周りの植林場の高さと同じになるから、植林地拡張もできそうだ。やっはー、爆薬の在庫処分セールだ。好きなだけ運び出せー。ビーバー、ずらー。爆薬運搬バージョン。っていうかビーバーたち作業早すぎん。50サイクルまでまだ7サイクルもあるのにこのペースで仕事されると。前回の北条の広間効果で仕事速度も上がってそう。再開発のためお気に入りだった農夫の像を撤去。出勤前に職場を潰すのず。ビーバーを巻き込まないように注意しつつハッパー。段差を解消したことで周辺の緑が綺麗に広がった。ここらで一丁重たい作業を発注するぞ。ってことでワンダーこと地球再生機の建設を計画。ワンダー3つ発動の実績解除の布石でもある。ワンダー作るならジップライン整備した方がいいかな？ってことで作業効率アップを狙って駅を少し整理。こんな感じでおなしゃーす。なおダイナマイト設置している場所には水を張り、ワンダーの下に甲骨の花が咲くデザインが予定されています。さあワンダー3つの大仕事の始まりだ。皆の者心してかかれー。爆弾ビーバー、再びずらー。今回はハートの形になるように工夫を凝らして葉っぱだー。しかし工夫したところでラグがひどくて結局微妙な感じになった。糸かなし。ワンダーの水生農家の水は下の水生農家さんのところに循環するように貯水バルブで調整します。貯水バルブマジ便利。緑化工事のため夜中にこっそり爆薬工場を撤去。朝起きたら職場がねえ。この町のビーバーあるあるである。はい工場再建のためにキリキリ働けー。朝っぱらから荷運びさせられるビーバー。で爆薬工場周りの緑化は、ここに小型自動ポンプを設置して揚水します。水圧も減って湧き水も汲み放題。温暖な気候の間に上に組んどいて、災害時にはワンダー方面の貯水バルブから注水する予定。小型ポンプは自動化で温暖な気候の時だけ動く設定。水路はこんな感じでおなしゃーす。さあビーバーよキリキリ働けー。でもう終わりそうだと？めちゃくちゃ作業の早いビーバー。翌日には水路掘削のダイナマイトの設置を完了させた。爆破に巻き込まれてくれるなよ、ハッパー。ややお亡くなりになりそうだった奴がいたが、ギリセーフで水路掘削作業が完了。では水路の上に爆薬工場を再建。ってこれじゃせっかく水路作ったのに見えんやないかーい。悲しい一人ボケツッコミ。てなわけで水路はなるべく塞がず、水路が見えるデザインかつ効率も考えてレイアウトを模索。下の薄いポンプが隠れちゃうけど、これは致し方なしかな。原料が近い方が何かと効率いいし、妥協点としてはそこまで悪くないぜ。こんな感じになりそうろー。上を水生農家にする原案より、小規模な工事で終わりそうだ。爆薬工場の生産物は、製粉所下の予備倉庫に今後は保管しましょ。火災事故が起きたら粉塵爆破で偉いことになりそう。さあビーバーたちよ仕事の時間だ。この程度の工事、秒で片付けてしまえー。お気に入りだった労働者の像の再建も頼んだぜ。シャフトを埋没させるための溝をハッパー。工場につながる動力の確保。工数削減のため通常シャフトの上に足場、さらにその上に土砂ブロックの工法を採用。夜中にやるなよミニキーだろ。ごめんちゃい。やっちまったー。小型自動ポンプに動力つなぎ忘れた。夜中にやるからミスんだよ。舌打ちすな。仕方がない。壊してから掘削して修正しますか。このせいで爆薬工場の操業再開に遅れが出た。こっちの方も動力の接続工事に手間取り中。工数増えてでも意味なく埋める謎のこだわり。防水パワーシャフトはこういうところも水を通さず、いい感じに埋められていいね。なくても平気だけどあると便利って感じ。ワンダー予定地下の水生農家用の新しい池が、下水道に通じる穴と繋がってるので水が来る前に埋めましょ。
などと考えてたくせに早々に水が流れてきちゃったけん。なぜこんなことに？そりゃまあ、お前がそこに穴開けたからだろ。そうでした。小型自動ポンプから揚水されて緑化してく様子を映しながら気持ちよく歌うつもりだったのに。命の水。こら私の歌取らないでよ。へへ。畜生、水が流れ込む前にバルブ閉めときゃいい感じの緑化が撮影できたのに。後の祭り。トラブルこそあったもののワンダー建設のため測量開始。ワンダー2つ同時進行はさすがに重い。ビーバーたちでも観光まで時間が必要だな。こんな感じでおなしゃーす。歯車4000と加工板4000、金属ブロック3000、在庫は足りるが後が大変そうだ。実績解除にはもう多分1機必要。ワンダー部分は突出部でかさ上げ設計、下には予定通り高骨を植えます。見えにくい場所にこっそりガマも追加で植えた。サボってるビーバーをなじりに来たら、花火の在庫がないことに気づいたのず。前回アホほど花火ランチャー追加した上に、花火連射もやっといて今更だな。花火で思い出した、リレーのに追加でタイマーのランダム追加したら面白そうだと考えてたんだよ。花火のランダム打ち上げ、確かに楽しそうだ。サビ山でご飯食べれず上に苦しむビーバー。そんな無理せんでもいいからお家にお帰り。ワンダー2機同時となるとさすがに作業量がやばいね。小型自動ポンプに動力が来たどー。事故ですでに水路に水が入ってるのでこれといった感動はなし。それは忘れて。無理？ワンダー建設予定地に一足お先に喜びの泉が完成。その背後ではものすごい数のビーバー、ずらー。めっちゃ歯車しております。ビーバー密度が高すぎ、何匹か合体してそう。ややきもし。さてビーバーたちが頑張ってる間に、私もタイマー設定のテスト頑張りますか。ランダム起動後のリセット条件がいまいちわからん。消えないこともあるしこれもランダムなのか？建設開始2日目、右ワンダーでトントン作業が始まりました。よく見るとコネコネ作業してるビーバーもいて可愛いぜ。ビーバーハリケーン。ビーバーハリケーンとは螺旋階段を勢いよく回ることで上昇気流を起こし、竜巻を起こす技である。でも帰るとき逆回転するので竜巻は出ません。そして翌日6日間の寒気が到来。ワンダー建設だけで終わりそうな短さ。で生成物の生産自動化設定のついでに、汚水ポンプの稼働条件も細かく設定。普通に設定忘れてたビーバーの中央の汚水ポンプは温暖な気候かつ、汚水の在庫量が少ない時だけ動くように改善されました。ネオビーバーハリケーン。鉄骨を軽々片手で担ぐビーバーの群れ、これに巻き込まれたらひき肉になります。怖いよ。でもビーバーハリケーンのおかげで物資の搬入が4日程度でほぼ終わったよ。あとはトントンコネコネするだけだぜ。レフトサイドビーバーハリケーン。今日は左側だと？この画面のビーバーの数を数えられた君は、野鳥の会の名誉会員だ。野鳥の会でも無理だ。そして資材の大半を運んだところで、ジップライン繋ぐの忘れてたのに気づいたのず。安定のやらかし。花火の在庫が回復しきってないので、次回の花火大会は花火の連射はなしでお願いしまーす。コピペできるとはいえ設定するのがマジでめんどくせえ。ワンダー建設中暇だったので、花火の打ち上げ実験で暇つぶしやし花火。手動レバーを使いどんな種類があるかを見ております。冠しろ。それではもう一丁。魚に見えぬ。尾びれかな？でヤシ花火が気に入ったので、次の花火大会ではこれをランダムにしましょ。だがこの設定を横全部に適用するとランダム一斉発射になるので、ランダムと呼んでいいかわからない感じになる。細かい設定はそのうちで。特技、問題は棚上げ。ここ緑地化できてないじゃないか。修正。細かい調整入りまーす。ジップライン邪魔で爆薬置けないからトンネルで掘れ。ここも片付いてるし爆破して緑化しましょ。もう今回で緑化終わっちまいそうだ。さあ我が精鋭よ、今日も楽しいワンダー建設作業に励むのだー。建設開始から6日目なのに、もう50まで作業進んどる。左側はまだ資材搬入も終わってないから、さすがに換気中には終わらないかな？残り3日じゃさすがに無理だろ。ワンダー建設中に悪いけどここ緑化できてないから、この部分池広げてー。ちっぽけな緑化に無駄に工数かけるなよ。見て見ぬふりしてたけどここも水やってないから、がっつり盛り土もよろしく。ワンダー建設中だろうとも大規模工事依頼する鬼畜。左側でもトントン作業が始まりました。ワンダーが2つ並んで立つ姿、フォークテールでは初のシーンだな。
で見て見ぬふりしてた水道橋の盛り土工事は、作業用のジップラインの建設をしております。超遠回り建設。一つずつ埋めるのは時間がかかる、足場を作って一気に作るぞー。と意気込んだ結果がこれですよ。手前にビーバーが侵入しないように、盛り土先に進めたのに入り込んじゃったか。上から足場作ろうと横着するからそうなるんだよ。いのー、ちの水。6日間の短い換気が終わった。今仲間が助けに来るぞー。だが閉じ込めたのもその仲間たちであることを忘れてはいけない。面倒で長らく放置してたけどいざやってみると割とサクッと追加盛り土終わりそうな予感。スイミングビーバー、ずらー。一匹助けたら一匹閉じ込められとるやないかーい。仲間が救助されるまで床下で立ち泳ぎ、お疲れ様でした。そして救助完了に安堵して、まだ建設終わってないのにうっかり足場を解体しちゃったのず。ダメじゃねえか。ここも一つずつ埋めるの時間かかりそうだから足場組みましょう。効率重視。てなわけでこんな感じの足場で、みんなで一斉に埋め立てよろ。これなら作業もサクサク進むぜ。これをもって、このマップの全ての緑地化が完成だー。画面ガックガクで閉まらねえが、ようやく緑地化が完了だぜ。上から見ても問題なし、ミッションコンプリート。足場完成してないのに外周から工事してる。足場できる前に完成しそう疑惑。おいこの部分緑化できてねえぞ。そこはデリケートゾーンです。ああ？最後は花火大会を開催して今回の締めにしたかったのに。一時停止で画面を回転させてごまかすレイムシ。ランダム花火の結果がわからん。一応ランダムの2発目は発射された模様。てか開催時間を短く設定しすぎだね。そのあたりも逐次改善だな。花火大会が微妙だったのでお詫びにもう一発。見切れてんじゃねえか。オフ？一発撮りで花火の撮影は正直厳しいかも。花火だけセーブ&ロードあり解禁にするか。ではワンダー2機を建設しつつマップの完全緑地化が完成したところで。いや待てここ緑地化できてねえし。次回まで覚えてられるか怪しいので8%うちのレイムさんのビーバー脳はくるみサイズなので、大体のことは翌日には忘れてしまう残念脳です。これで緑地化完成した、はず？疑問系。ではいい感じに緑地化できた爆薬工場&汚水ポンプ周りを見つつ今回はここまで。緑地化完了おめでとうと思っていただけたら、チャンネル登録ハイプグッドボタン、よろしくお願いいたします。励みになります。マップの完全緑地化が完了したレイム。次の目標はワンダー3機の実績解除。と言ってる間にすでに1機完成。このペースであと6サイクル何を作ればいいのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。